今回 PV が一番驚いたのはビデオの内容ではありません。わかりにくい文案です。その中には多くの店舗といくつかの史実が引用されている。風水天正層を組み合わせて、激動の時代が始まることを語っています。壺には異変があるだろう。9域はもう平和ではない。反動勢力は不運とブルになっている。6号を覆して天下を倒す。しかし、それをするのは当然のことだ。主情を戻し、天地を万とする。生きる道を求め、調整の道を図る。話はあまりありませんが、次から私たちの解析を始めます。画面は始まったばかりだ。石壁に刻まれているのは3頭の鳥の模様だ。風ちゃん調べてみた。三海峡に似た生物の紹介があります。ジャンフーと言います。3種6本の足が生えている。PV では3頭のデザインを採用しているだけです。三海峡にはもう1頭以上の鳥がいます。コウノトリと呼ばれる。カササギのような形をしているが、頭は2頭しかない。前者だと思うのは、頭の数が違う以外は、両者の特性が違うからです。ダンギエは火を避ける感類です。免疫で炎を追い払うことができます。守護神のような存在と言える。ジャンフーは違います。その肉を食べると神の気を人に移すことができる。疲れを知らない仕事ができます。この特性は覆面所の倒れた人への操作に合っています。覆面女がここを通った時、散った紅葉が瞬く間に消えた。陰滅のように。朽木は花を生み、腐草は蛍になる。最初の文は理解しやすい。腐った木にも花が咲く。でも腐草は蛍ですか？ここは古代人の誤解から出ている。蛍は卵から生まれたものだと知っています。でも昔の人は知らなかった。蛍は腐草自体から変化していると思っています。この2つの言葉は事物の滅亡と神聖を意味している。破滅は結末ではない。神聖の始まりです。これも本編の PV の核心です。覆面女がところを過ぎると草木が散る。彼女自身が破壊を表している。ここに小さな詳細があります。彼女の足首にはリングのアクセサリーがあります。前にこんな装飾があったのは嵐です。これは9域でよく見られる装飾だと思っていました。しかし後のキャラクターの繰り出しは、嵐と彼女だけがそうだと気づきました。2人の間に特別な関係があるかどうかは後続のストーリーを待たなければならない。覆面女が園内から外に出る。力を得たばかりだ。知性幻滅し、果物が澄み切っているから。幻滅とは何か。幻のような消失。因果は仏家の説である。すべてのものは因果循環にこだわる。どのような原因でどのようなかがなるか。すべてがはっきりしている。地面に横になっているのは破れた蝶だ。ここの面白いのは残蝶の意味です。残蝶とは何か。風雨にさらされる。蝶生即話を経験したことがある。翼が木に吹き荒らされる。体が時間に苛まれる。彼らは自分の調整で努力したと言えます。しかし結局は死に返しました。残蝶は蝶だけではない。覆面女が支配している人でもあります。彼女自身かもしれない。荒々しいマントのように来て、朝露のように行きます。荒は蛇でこうようとしている。よもぎは枯れた草である。生の時はよもぎ草のようだ。誰も質問しない。朝露のように行く。死んだ時は朝の露のように。朝露に会った人は何人いるかわかりません。最初の日差しが現れると、露は熱に伴って蒸発した。同じが誰も気づかない。多くの人もそうです。画面の蝶のように。彼女に拾われなければ、誰も蝶の存在や消滅を気にしません。この考えは PV 全体を貫いています。天地夫人は万物を反数犬とする。神羅は秩序正しく、万象は呆然としている。すべてが法則に従っている。万物はついに死に帰する。これは天地の真理である。循環から逃れる生物はいません。でも覆面女は信じない。彼女は天に逆らっていこうとしている。ここに表示されている特殊効果は駅舎の図です。顎の表現は長短横道である。長打は日を表している。短さは影を表しています。残念ながら15の像があることを数えてみました。何の意味もないはずです。12個なら12個に対応できます。像が終わる。蝶が再生された。それは生きている。でも本当に生きていますか？蝶の羽の色に気をつけてください。もう純黒になりました。笛を横に吹いて縦に吹く。覆面女が吹いているのはちょうどウサギだ。笛よりも少し長い。これが彼女の武器かもしれない。ここに小さな詳細があります。ブローする時の唇の位置です。そのために現実の吹奏楽を調べてみました。ビデオはまだ復元されています。唇の位置が洗練されている。ラジウムの中から吹く音符は古代の語韻から来ている。宮章の各特徴字話です。覆面女は超音を必至とする。黒い蝶を生んだ。今回の PV は完全な攻撃活動を示しています。タイムラインは天文が開く前に起こりました。国鳥の神道は天相陣を開くためです。不意打ちの襲撃。残鳥は夢に帰り、この間を辿っている。黒鳥の探査のことです。遠くの画面には五子山が表示されています。最初の PV よりも、地図は少し変更されました。詳細も多くなりました。ここの建物に注意してください。からにビームを発射している。幻の塔ではこのような建物は、天相陣です。私は今回の9域面積がどのくらいなのか気になります。今回のバージョンは州で更新されました。9域には本当に9つの州が含まれているのでしょうか。じゃあこの天相陣は州を越えて転送されるんじゃないですか？蝶が空に飛んできた。3人の新しいキャラクターが飛行船で景色を観光しています。船の縁にも座ってもいいかどうかわかりません。霊言あらたかで雲のように語り合う。蝶は覆面所と気持ちが通じて彼女の目を作ることができます。雲とは霧が立ち込めた峰のことです。蝶は山を行き来しています。尾行するに忍びず、商人には手が回らない。ここに映っているのは玉さんです。尾行とは覆面所と彼女の関係のことです。二人の間にはどんな絆があるのかわからない。三将とは三星と小星のことです。両者は空中で彼を出たのか。個人はこれをもって互いに対立することを例えている。不仲で親友と隔絶する。ここで代わって指すのは二人の関係です。玉さん5番の上の蝶を見ている。思うところがある。でも結局見送っていました。
この時春秋戦国時代の横屋の鬼谷子を思い出しました。立派な弟子が2人いる。祖神と長義。祖神は合従を主張した。六カ国を優勢しました。秦の侵略に対抗するためにが六国の力を主張する。長義は主張連王である。彼は秦国に身を投じた。盾を横に割って秦国の六国統一を助ける。玉さんと覆面女の関係もそうだと推測されます。玉さんは盾を合わせて主張している。みんなの力を合わせて海域隊を防ぐ。覆面女子のコースは違います。彼女は素母が天下を同一するのを助ける。かつて祖神も長義も天下太平のためだった。現実は秦国の統一が正しいことを証明している。しかし幻の塔にはそうなるのでしょうか。紛争を解消する方法には2つがある。バランスや統一を保つ。私たちの現段階の地球はバランスを保っている産物です。勢力間の相互制約バランス。これはアナツにも似ています。勢力は多いですが、でもお互いを牽制して、むしろ平和な発展があった。しかし排領域体の出現はこのバランスを破っています。勢力が強く実力が非凡である。旧域ベラヤナツに比べて、海域体は戦国時代の秦国のようだ。でもこれも気になります。海域体の目的は一体何なのだろうか。覆面女と玉さんの関係は普通ではない。是非のない人ではないと思います。彼女が母親を助けたいなら、素母の最終目的も彼女が望んだ結果だと説明しました。母親を助けるためにどんなメリットが得られるのでしょうか。浮草ナツメグ、白骨睾丸。ナツメグという言葉は勝利と呼ばれる土木から出ています。浮草は置かれた環境である。ナツメグとは画面の中小声優らのことです。しかしいずれにしてもこれは白骨となる。同然の愚夫、夢馬鹿な人を言う。首謀者は戦国時代の秦代の庶民に対する呼称である。興味深いことに新書の神論では、家を焼き払った言葉は愚をもって首を切る。なぜ家の言葉を焼くのですか。民間人を愚かにするために。いわゆる愚民政策です。ここでは話を展開しません。政治的に敏感です。興味のあるものは自分で調べてみてください。愚民はただの時代の産物ではない。支配と管理に役立つのです。狼を飼って虎を飲み込んで根を同じようにする。狼を飼って虎を飲み込むのは三国の計略によるものだ。曹操の首席防御神によって出された。36系のような刀を借りて人を殺すのとは違う。字面の意味から見れば、虎を駆り立てて狼を飲み込んだことです。現著に曹操はこの計略を用いたことがある。演術を劉備と内藤させる。天下紛争は諸侯が林立している。すべての幽閉の狩猟は虎と呼ぶことができる。この時の劉備にはまだ勢力がない。演術よりも弱い狼です。言動の中にあります。虎は9域の悪役勢力に対応している。狼が対応するのは玉さんをはじめとする抵抗勢力だ。後に利を得るのは自然な唾です。同根の意味ハブルになるのと同じだ。仲のいい人が一緒になる。壺と反動勢力はこのような関係にあります。主神を惑わし、長い光と月を伴う。傾向とは火星のことです。魅惑の主神は火星の運動奇跡である。昔は天象を見て国運を見ていた。主神を惑わすのは大凶の兆しである。兆候は金星の別称だ。長江友月も同様に天象の一種である。月が金星を隠すのも強調だ。ここに対応しているのはちょうど対戦が始まることです。空一面の黒い蝶が舞う。襲撃の序曲がすでに始まった。天地を広げた蝶が万里の頂上に襲いかかった。ローラグロ4中55 6号を倒して天下をひっくり返す。6号は弦楽中の用語である。十二支間の関係のことです。この2つの句は天下の大乱と直接理解されている。局面が混乱すればよい。しかし興味深いのは天地を覆すことです。海域体は空から来ています。空一面の蝶が集まる。転送ゲートと化した。なぜここは遠流ではないのですか。遠流は別の位置から来る通路だからです。今現れている怪物はビラから来たのではありません。より良い軍隊を集めて投入されたようだ。通路から大男が現れた。この大男のイメージは三海峡の終夜に似ています。三頭の鳥の姿を加えて、9域の海域体は三海形をモチーフにして作られる可能性が高い。人々はそれぞれ能力を使って海域体と戦っている。筆を使っているのはドリアンヒです。特殊効果の爆発後に名前が表示されました。スローモーションでも傘型の敵がよく見えます。下は頭がある。嵐と甘露が大男の腕に吹き飛ばされた。この時夏さが輝いて登場した。一刀で大男を切った。その後の展開も分かりました。はい、初めて露出した PV ビデオです。大男に勝つのが夏さの初登場。その素晴らしいパフォーマンスのせいでドリアンに火がつきました。玉さんの前に連れて行った。この全ては筋が通っている。玉さんと会った後、夏さは嵐らが海域体を防ぐのを助け始めた。その後決戦の地に来ました。探偵の玉壁は埃だらけである。これはナレーションからの簡単です。どんなに華やかな建物でも、やがて埃と化す。主上牛馬を並べて公約とする。どんな生物でも、人間であっても、最終的には肥沃な土地となります。天地夫人は万物を半数意味とする。この言葉は老子の道徳教から出ている。実は後ろにもう一つあります。聖人は婦人で民を浅はかな犬とする。後の政治的味がひどい。前の一言だけ見ましょう。これについては2つの解釈がある。一つは天道非常です。何事にも慈悲はありません。すべての命は犠牲を捧げるものに過ぎない。これにより多くの伐採小説が生まれました。もう一つは天地無常です。すべてのことに公平だ。善であれ悪であろうと、天道は同一視しています。天道の目には、すべては家畜のような存在だ。2匹のアリの喧嘩を気にしないように。誰が正しいのか誰が悪いのか。天道も生物間の争いの是非を気にしない。だから覆面所が素母を助けることを選んだ理由です。天道は正しいことは気にしない。では誰が彼女の間違いを評価するのでしょうか。この時のシーンは1箇所の高台に切り替えられています。周辺の欄干を見る。万里の長城とは違います。その場にいる人にもっと気をつけてください。
9域団を除いて、立っている兵士は一人もいません。これは2つの状況を示している。1つ目は、彼らが連れてきた兵士は全滅した。第2種、倒れたのは全て敵だ。黒い蝶が漂ってくる。地面の人がちょっと動いた。しかし、シャドウは何の反応もありませんでした。ここからもわかるように。2つ目の場合です。1つ目なら、兵士が重傷を負う。みんな助けてくれない。それは冷たすぎて非常だ。蝶は倒れた人に呪文をかけた。その後兵士たちは変異しました。同時に肌も灰色になりました。釜で鐘を鳴らす。この言葉は屈原を祀るものです。屈原は歴史の中の偉人だ。綱政は、そしてイヒロシに投じた。釜成が捨てたという意味は、悪人が道に当たれば、忠義は無実の罪に用いられる。林泉が振り返ると、例題が背景した。例題は我が国最初の国家天文台である。西山での初年中文王は西安に例題を築いた。天正を見て祭祀のために使う。ここの2つの文は全て歴史の回顧と反省です。時間の長い川でも、それとも例題の背景か。歴史の続きです。草木が青山にあり、千里を憎む。草木や青山にはもちろん恨みはない。しかしその中に埋葬された忠骨と熱血はどうでしょう。一斗の江山一斗の地。この中に隠されているのも戦争への怒りです。今まで私たちは大量域体を侵入生物だと思っていました。しかしもし彼らがこの惑星に存在すべき生物だとしたら、では双方が生まれたのは存亡の戦争です。レビリアからわかるのは、人間と海域体の間の恨みはとっくに退転していない。血がひを切って胸が焼け、骨が落ち着いて翡翠している。戦争家の双方を描いている。殺し合いの現状。覆面常備の仮面について、今でも何の手がかりもない。狐の仮面のようだが耳がない。2つの角になりました。角のあるのは鬼のはずだ。仮面はそんなに獰猛ではない。マスクの原型は海域体である可能性が高いと推測されます。これこそ彼女の共同海域体の身分と一致している。運が悪いのは私のようで、天地が調整する。この言葉はなかなか当たっている。闇はいつも私の身を伴って、私は闇です。しかしこの観点は過激です。闇さえあれば、自然に紛争は存在しません。でも紛争は私が推測しただけです。覆面女の本当の目的はまだわからない。今回の PV は必ず暴白を当てなければなりません。文案は比較的わかりにくいですが、しかしビラの文案には異曲同工の妙がある。現状を述べ疑問と矛盾を投げかけています。9域が直面しているのは海域体だけではない。反動勢力の存在もあります。彼らはスハハが欲しいものを持ってくると信じています。その後どのように展開されるかについては、楽しみにしましょう。今期はこれで終わりです。小風に注目する。違う幻の塔を体験してあげます。